皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今日の動画は仮想通貨について語ろうと思います。私は仮想通貨の専門家ではありませんが、私にしてみたら結構な金額を失ったという経験を持っているので、その体験談をお伝えしようと思います。私はこの体験を通して知らないということは本当に損をするということを学び、仮想通貨だけではなく、テレビ、新聞などの変更報道によって日本がどんどんまずい方向に向かっていることを知ることになり、こうしてチャンネルを開設し情報発信することになりました。ぜひこの機会に他の動画もご覧いただけたらと思います。この動画が今すでに仮想通貨に投資をしている、もしくはこれから投資をしようとしている方の参考になればと思います。また私のように知らないということで騙されるのはまっぴらごめんだという方にも、このチャンネルの内容はプラスになると思います。今回の内容について気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。さて、本題に入りますが、まず前提として投資に関してはあくまでも自己責任ですので、この動画によって損害が出たというクレームはお控えください。この動画によって仮想通貨について基本的なことを理解せず、知人に勧められたからという理由で始めることの危険性を伝えることができればと思います。しかし、知人に勧められて始めたとしても、最悪損害が出ても構わないというマインドがあれば全然 OK だと思います。私が心配するのは、仮想通貨に全財産、もしくは借金をして投資をしたのにもかかわらず、損害が出てしまった時の経済的ダメージがあまりに大きいというリスクを背負っている方です。仮想通貨に関わる人のマインドは、1、仮想通貨の未来に期待しており、将来豊かになりたい。2、値上がりしそうな仮想通貨に投資し、うまく売り抜けたい。3、知人が儲けているので、それにあやかりたい。など、様々だと思います。私の場合は1のタイプでした。約1100万円ほど投資し、その価値が上がって約1億円まで資産額が上がりました。ところが大暴落。仮想通貨の将来性に魅了されたので、つい知人も巻き込んでしまいトラブルになります。私自身は自己責任ということで投資していたので、大暴落したことも受け入れ、これも勉強だと割り切れたのですが、知人たちは違いました。彼らのマインドは3だったのでしょう。話が違う、などのクレームをつけてきたのです。本当に嫌な思いをしまして、人間不信にもなりました。状況が変わると手のひらを返して一気に攻撃してきたのです。まあこういったトラブルは仮想通貨に限った話ではありませんので、あくまでも私の体験したことと理解してください。先ほども述べたように仮想通貨への投資は、その関わり方は自由ですので、私がとやかく言うことではないと思っています。ただ、なぜ自分が失敗したかの理由を知りたかったので、その後遅ればせながら知識を取り入れ、二度と同じ轍は踏まないよう学習して分かったことをシェアしたいと思いました。仮想通貨を進めた人も、ほとんどが良かれと思ってのことですので、その辺を踏まえての話となります。今では、ものすごい数の仮想通貨が生まれてきておりますが、そこで分かったことは、仮想通貨の発行元は中国系の会社が多いということが分かりました。イギリスなどにオフショア法人を設立したりしているケースがあるので、少し調べないと実態は分かりにくいかもしれません。もちろん、全部の仮想通貨を調べたわけではありませんので、少なくとも私が関わったいくつかのコインはそうでした。今は仮想通貨に一切関わっていませんが、当時関わりのあった人たちというのは未だに投資をしていまして、儲かった、損をしたを繰り返しています。自由だから良いのですが、今でも巷には儲かる話、簡単に儲かる話というもので溢れています。そして、そのような話には人に伝えるとさらに効率的に報酬が得られるという仕組みにもなっています。誤解がないようにしてほしいのですが、仮想通貨にまつわる話は全部がそうなっているわけではありません。また、傾向として簡単に儲かる系の話は、世の中が混沌とした時、不景気になるとよく出現してきます。ちなみに私が失った金額は約1100万円ほどです。投資家と言われる人からすると大した金額ではないかもしれませんが、私にとっては大金で自分のバカさに呆れると同時に、自己嫌悪にも陥りました。どの仮想通貨に投資したのかは、ここでは言わないようにします。思わぬところに迷惑をかけてはいけませんので、ご了承ください。その経験から私なりになぜ損をしてしまったのかかなり調べました。ちなみに、投資するときに仮想通貨についての知識はほぼゼロ状態でした。セミナーに参加してブロックチェーンとは何かとか、その可能性などを知り、
これからの時代はこういったものが主流になるのだということですっかり有頂天だったことを覚えています。もちろん仮想通貨否定論者も当時からいましたし、今もいますよね。否定論者が言うのは、世界中の政府が自国の通貨ではないものを容認するわけがないということで、それはそれで理解できましたが、当時の私は周囲の熱気に飲まれ、正常な思考ができていなかったということでしょう。結局私が仮想通貨はほとんどが詐欺っぽい、もしくは詐欺ではないがリスクが高いと確信したのは、ホワイトペーパーに記載されていることと現実とのギャップを知ったからです。ホワイトペーパーとは仮想通貨には必ずと言っていいほど発行されているもので、いわゆるその仮想通貨がどのような役目を果たして価値が上がっていくのかというマーケティング的なことが記載されているものです。つまりその仮想通貨がホワイトペーパーに記載されている通り機能して初めてその存在価値が発生して、結果的に資産価値が上がるというわけですね。ところが少なくとも私が投資した仮想通貨のホワイトペーパーを確認して、実際そのマーケティング通り事業が進んでいるのかを確認すると、全然その様子は伺えませんでした。セミナーで言っていた通り価格は上がっていたのは、その可能性に集まってきた普通の主婦やサラリーマンがその仮想通貨を買ったから上がっただけだと理解できました。このように短期的に価格の上昇分で利益で出すものを投機というらしいです。一方で投資は長い時間をかけて利益を生み出すものというように違いがあるということも知りませんでした。この用語の解釈には厳密に言うと違いがあるかもしれませんが、少なくとも投資と投機は全く違うものであり、私が投資だと思って参加したのは投機だったということです。私にとって用語の違いはあまり意味のないことなのですが、現実起きていることは何かというと、そのいわゆる仮想通貨が今すごく値段が上がってるからどんどん買った方がいいって言われます。セミナーに参加し、人から人へ広げるというネットワークビジネスみたいな形態でもって人をどんどん勧誘していくわけですよね。セミナーではこれだけ儲けたという体験者の話もあったりして、爪を伸ばした人たちは契約することになります。そういった人たちによって価格は上がっているだけで、ホワイトペーパーに記載されたマーケティングによってその仮想通貨の目的が形となって機能し始めているというわけではないのです。結局その後、例えばそのコインが発表されて1年か1年半、もしくは2年か分かりませんが、価値が上昇した頃合いを見て主催者に近い人間が一気に売って価格が暴落するわけです。私が関わった仮想通貨はそのような顛末でした。こういった状況が後を絶たないわけですが、先ほど言ったようにそれを承知で投資し、売り抜いて利益を出すことを目的にしている人がいる以上起こりうることかなと思います。要は仮想通貨ってこんなもんなんだなということを分かった上でやらないと儲けるどころか財産も失うし、借金だけが残るっていうパターンになるわけですね。なので何でもそうですけど、自分のわからないものに手を出すっていうのは本当に慎重にならなくてはいけないし、関わるんだったらある程度勉強するか、失っても良い金額でやるかだと思います。やはり敵は欲ということになるのでしょうか。また有名な投資家がそのコインに投資を始めたという情報が出回ると、自分が持っている仮想通貨の可能性があると錯覚を起こしてしまうと思います。投資家はあくまでも投資家なので、価値が上がっている仮想通貨に投資することはあるでしょう。そしてそれは売りを前提にしていると私は思います。またある国がビットコインを法定通貨にしたという情報が出たこともありましたが、その国は財政破綻している国で、自国通貨の信用はゼロになっているという背景もあったりします。専門家ではありませんので、それらのことについて良い悪いは分かりませんが、素人が首突っ込む話ではないなと感じました。いかがだったでしょうか。今回はあくまでも私の経験を踏まえた話ですので、参考までに留めておいてください。仮想通貨への投資によって資産を築いている人がいることも事実ですので、全否定するつもりはありませんが、失敗後高額のために調べてみたら、私のような素人が手を出すべきではなかったというお話でした。それにしても世の中には他人のお金をどのように引っ張り出して自分の懐に入れるかというマインドの人があまりに多いような気がします。私は中国ウォッチもしているのですが、その中で感じるのは、中国人はお金に対するモラルがあまりに低いということです。私が投資した仮想通貨についてもそうでしたが、結局平和ボケしている日本人をターゲットにして財産を騙し取ろうと絵を描いていたことがわかります。海外情報もよくキャッチした上で投資は行うべきだと反省しております。最後に重ね重ねお願いしますが、この動画を見て手持ちのコインを売ったら、その後値上がりして損をしたではないか
などの苦情はお控えください。自分で決めた選択結果を他人の責任にする方には投資は向いていないと思います。そしてすでに損を出している方は自分を責めることなく、そして誰かを恨むことなく前向いて生きていくしかないと思います。こういった損切りをして執着から抜け出すことができれば立ち直りも早いと思います。この動画によって私の経験がどなたかのお役に立てればと思います。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。そしてよろしかったらこの動画のシェアをしていただけると助かります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。